鶴くんです。今回ご紹介させていただくプラモデルは小説版の3体に出てくる宇宙船ですね。こちらの方をご紹介したいと思います。3体といえば先日ネットフリックスでドラマの方が公開されたんですが、第1シーズンということで、まだこの宇宙船が出てくるところまでは進んでいません。ある意味今後のちょっとネタバレ的なキットではあるんですが、第1シーズンのドラマの終わりを見ればですね、今後がなんとなく想像できるような話になってきてると思います。こういう宇宙船が出てきて敵と戦うのかなというような話になってくるわけですね。私も小説版の方は少し読んでいて、残念ながらまだこの宇宙船が出てくるところまでは読み進んでいないんですが、今後がちょっと楽しみなキットになっています。箱の表紙の方はナチュラルセレクション号の、これは絵の方ですねが書いてあります。なんとなくバンダイのガンプラを思い起こすような絵になってますね。キットの発売の方はオレンジキャットインダストリーさんですね。鉄火マン関係のプラモデルを発売している業者さんになります。箱の横の方はキットの紹介写真ですね。電飾がされているような感じの写真が載っていて、あとは少し特徴的な部分が写っています。箱の横の方はキットの写真の方ですね。箱のこちらの方は小説のキーワードになるようなことが書いてありますね。脱水とかですね。これはドラマ見た人もわかると思うんですが、こちら側もキットの写真が載っています。今回のキットは中国から取り寄せた初回版なので、こういった特典の方がついています。2024年のカレンダーって書いてありますんで、カレンダーが入ってるんですかね。それではオープン。結構部品が詰まってる感じですね。こちら意外と細かい部品が多そうですね。一部クリアパーツも入っているようです。こちらがエンジン部分だと思いますね。こちらもエンジンの部品かな。こちらはエンジン周りの部品みたいですね。こちらは本体関係かな。こちらはエンジン周りかな。思ったよりも細かいパーツが多いですね。オレンジ色の成形パーツが入っています。これは本体の中間部分のパーツですかね。こちらも本体かな。ご覧の通り細かいパーツの積み重ねといった感じみたいですね。少しメタル系の国鉄色に近いような色で塗装が一部されていますね。台座の方が付属していますね。これはおそらく電飾パーツですね。それからステッカーかな。金属製の台座のプレートが付属しています。あとはマニュアルの方ですね。マニュアルの方は当然中国語がメインになってますね。かっこいいイラストがついてますね。こちらのキット電飾がついてるみたいなんで結構楽しみにしています。これがネットフリックスのドラマに今後出てくるのかどうかはちょっとわからないんですが、
小説版には出てくるという形なんでしょうね。大きな部品がこうドーンと入ってるんじゃなくて、細かい部品がいっぱい入ってるといった感じになってますね。作るのにちょっと手間がかかりそうなキットみたいですね。ついでに特典の方も見ておきましょうか。オープン。ではこちらもオープン。これは小説やドラマの中に出てくる3体のキャラなんですかね。ちょっとアクリルスタンドっぽいようなプレートが入ってますね。カレンダーの上にはちゃんと3体って書いてありますね。ピロ意外と本格的なカレンダーですね。1月締めくりなのに絵がすごいいっぱい書いてありますね。話の中に出てくる3体というゲームの内容が書かれているような感じもしますね。実際使うかって言われるとちょっと微妙ではございますが、アイテムとしてはなかなか面白いアイテムですね。今日本の方でもこちらのナチュラルセレクション号ですね、プラモデルの予約始まっていると思いますので、ぜひ今後の参考にしていただければと思います。それではキットの方を細かく見ていきたいと思います。それではナチュラルセレクション号の組み立ての方をやっていきたいと思います。マニュアルをざっと見てみたんですが、かなり部品分けが細かくて、オリジナルの設定がない中でよくここまで細かい部品分けを考えたなという感じがします。こちら選手の部分なんですが、選手の部分だけで、2ページを使って、それぞれ細かい部品を組み立てていくという形になっていますね。部品自体も結構色分けがしてあって、こちらグレーを基調にした部品ですね。一部これは塗装してあるんですが、あとこちらが国鉄色っぽいような色ですね。それから濃いグレーの部品、こういった3色の成形部品を使って選手部分を組み立てていきます。こちら選手の部分のパーツなんですが、この選手の先につくこの部品ですね。ここら辺も最初から銀色で塗装されていました。開封の段階ではちょっとわからなかったんですが、こういった感じで少し塗装済みのパーツっていうのが含まれてましたね。こちら選手部分を組んでみたところになります。結構細かい部品がいっぱいくっついてて、とにかくオリジナルの機体がないですからね。よくここまで設計したというか考えましたよね。こちらが本体の前の方にある回転部分ですね。こんな感じでおそらく回転すると思うんですが、こちらの部分を組んでいる途中なんですが、このロケット砲みたいなものがいっぱいくっついてましてね、カバーがねついてるんですよ。最初はこんな感じで閉じていて、発射体勢で開くという感じになってるみたいですね。デザインもそうだけど、こういう設定もすごく凝ったプラモデルになっていますね。このプラモデルはスナップフィットになってますんで、接着剤は使わずに簡単に、はめながらですね組んでいけるようなプラモデルになっています。これが回転部分の、完成したところですね。それぞれのカバーが少しずつ開いてく感じですね。フルに展開させるとこんな感じになっています。こちらさっきの回転部分の軸になるような部品ですね。こんな感じになると思うんですが、こちらにこの球体の部分ですね、こちらの方をつけていきます。なかなかこの球体の部分もグレーと濃いグレーと色分けがしてあったりして、結構部品分けが細かいですよね。こんな感じですね。こちらは本体の中央部のコンテナ部分ですね。こちらの方を1つ2つ3つ4つと、こんな感じでコンテナ部分が完成です。これもちゃんと色分けがしてあったりして、
ディティールも細かくてですね、なかなかよくできた部品になってますね。こちらエネルギーモジュールの組み立てになります。こんな感じではめていくんですが、このエネルギーモジュール自体がですね、1,2,3,4、4面をこう重ねていくような構成になっていて、あと端部の方ですねが2面と、かなりこうディティールを意識したですね、構成になってますね。ただこのちょうど角っこの丸いところに合わせ目が出てしまうっていうのはあるんですが、こう4面で構成されてるんで、こうモールドに無理がないっていうのかな、そんな構成になってますね。でもう一つこっちの方ですね、これもちゃんとサイドが別パーツになっていて、上面とサイドと底面の方かな、こういう細かいパーツ分けがしてあって、ディティールを崩さないようにしてあるっていうのは、かなり凝った部品構成になってますよね。こうある面がこう省略されてしまうっていうのが結構多い中で、ここまでやるっていうのは大したもんですよね。これを見ても分かる通り 1,2,3,4,5,6,7,8、それぞれ独立したパーツをこう組み合わせていって、一つのこう大きな塊にするというようなやり方をとってますね。こちらエネルギーモジュールの方なんですが、かなり凝ったこう組み合わせになってますよね。こちらが今回の電飾キットになります。早速開けてみましょう。よっ。電飾キットの方は主に3つの部品で構成されてるみたいですね。よいしょ。ちゃんとオレンジキャット工業って書いてあって、専用の基板だっていうのが分かりますよね。LED 自体は 1,2,3,4,5,6 箇所ついてますね。でここにコネクターが裏側についてますね。あとはこちらが電池ボックスの方になります。なるほど。この電飾もですね、スイッチが磁石のやつになってますね。磁石を近づけると電気がつくというタイプの、電飾キットのスイッチになってますね。だからこれ磁石が付属してますね。今回の電飾の電池の方はこちらの LR41 ですね。LR41 の電池が3つですね。コネクターにはめて、これが磁石のスイッチになってるみたいなんで、ついた。おお、すごいっすね。いろんなパターンがあるんですかね。ランダムかもしれないけれど、あんまり一定のパターンでつくというよりは、いろんなパターンが順次出てきますね。こんな形で電飾キットの方が付属していますので、組み込んでいきたいと思います。こちらエンジン部分の組み立ての方をしていきたいと思います。まずこちらの電飾のキットの方ですね。こちらの方を中に入れていきます。こんな形ですね。それから一応こちらの電源の方ですね。こちらの方をつけておきます。こちらのカバーの方ですね。ちょうどこの電源ユニットがここの穴に通るようになってますので、この順番を気をつけながらこんな形で上の部分をかぶせます。ここの部分にこの上の部品がかぶってくるんですが、上の部品自体が穴が開いていて、下の部分が見えてくるということで、こういったシールの方ですね、ちょっとこのエンジンのタービンのようなパターンのついているシールが付属してますんで、こちらの方をこの丸い部分に貼っていきます。なかなかこの芯に合わせるのが難しいですが、こんな感じで4箇所にシールを先に貼っておきます。それから裏返してこちらの噴射口の方ですね、こちらの方を6箇所
はめていきます。これで6箇所ですね。噴射口の方が設置終わりました。次に、サイドの方ですね。こちらのちょっとランディングギアっぽいようなところですね。これをこの穴にはめていきます。このスラスターっぽいやつを5箇所設置します。次にこちらのさっきのカバーのですね、こちらの方をつけていきます。実際シールを貼ったとしてもあまり中が透けて見えるっていうわけではないんですけどね。電池部分についてはカバーがないので、こう別のパーツですね、こっちの板の方にシールを貼っておいて、中に入れた上で、これで電池蓋の方が隠れたという感じですね。これにこの部品をつけていきます。ちょっとはめるのが固めですかね。こんな形でエンジンユニットの方が組み終わりましたと。ここまで来たらあとは合体の方ですね。大まかに12345個のパーツに分かれていると思います。こちらの方を合体していく形になります。まずはこの中央の棒の部分に各パーツをはめ込んでいくことになります。この部分が回転するようになってますね。次にこちらの中央部分ですね。こちらの方をつけます。ここは結構ね、緩いんですよ。さらにこのエンジン部分をつけます。さらにこの円盤部分ですね。こちらの方をつけて、こちらの選手の部分ですね。こちらの方を最後につけると。これでナチュラルセレクション号ですね。自然選択号っていうんですかね。こちらを組み終わった感じになります。大きさ的にはだいたい24センチぐらいですかね。お手頃な大きさになってる感じですね。ただ大きさの割には部品がいっぱい詰まってるという凝縮感みたいなのが結構高いですね。あとはこういったところが回ったりするんですけど、あとはこちらの台座の方にこの首の部分とエンジン部分をつけて、この形で置けるようになっています。横から見るとこんな感じで台座の上に置くことが可能になっています。ただ台座自体は固定なので、もう少しいろんなポーズが取れるような台座でもよかったような気はします。それでは一部塗装とですね、ウェザリングの方をしていきたいと思います。ウェザリングはおなじみのミスターウェザリングカラーですね。こちらの方を使ってウェザリングの方をしていきます。基本的にはこうやってウェザリングカラーを流していくだけなんですが、もう少し大きめの筆でやった方が楽ではありますね。なかなかこの特徴的な円盤部分ですね、こういったところにもウェザリングをしていきます。こちらのウェザリングカラーで汚しをした後でですね、こちらのウェザリングカラーの専用薄め液ですね、こちらで少しこすっていきます。こんな形で汚れを広げていくようなイメージですかね。ただしあんまり拭きすぎるとせっかく汚したものがなくなっちゃうんで、そこら辺はほどほどにですね残すようにこすっていきます。こちらウェザリングの方をしてみました。一部部品の塗装をしていたりとかですね、あとデカールの方も一緒に貼ってあります。なかなか
デカールの方が細かくてですね、多少手間取りましたが、なんとかうまく貼れた感じですね。では合体の方をしていきたいと思います。まずは円盤部分ですね。これをはめて、それから機種の方ですね、こちらの方をはめます。若干デカールを貼ってしまったのでちょっと持ちにくい感じがします。こちらの円盤の方もデカールを貼ってあります。なかなか細かいところにデカールを貼っていくので、結構めんどくさい作業ではありました。次にこちらですね。こちらが少しきついですかね。それからエネルギー部分、ここは相変わらず緩いですね。最後にエンジン部分ですね。これでウェザリング後の機体となります。後ろはこんな感じですね。それからエンジン部分なんですが、こちらは電飾用のベースを使ってるんですが、こちらですね、ディスプレイ用のベースっていうのがついていて、中央のエンジンが再現されているパーツですね。こちらの方も付属されていますので、あんまり電飾にこだわらずにですね、どちらかというとディティールにこだわる方はこちらのパーツを使えば、よりですね細かい本格的なエンジン部分となります。あと形態としてはこういう通常状態の形態とですね、戦闘形態というのが取れるようになっています。でここら辺のパーツをですね、こちらの砲台がついたパーツっていうのがありますので、このパーツを差し替えることによって、こういった形で戦闘形態を取っていくことが可能になっています。あとこちらの円盤部分の砲座をつけることができますので、戦闘形態を取ることも可能になっています。で戦闘形態の時は、こちらのミサイル発射口ですかね、こういったものも開閉して、フル状態の戦闘形態にしていくという感じになっています。あとは最後に電飾の方ですね、こちらの方を確認していきたいと思います。それでは電飾のテストをしてみたいと思います。電飾の電池の位置はですね、なるべく把握しておいた方が便利です。この磁石の方のスイッチですね、これを3秒間スイッチ部分に当てる形になります。1、2の3、これでエンジンの方がつきます。色が1個だけ違ってるのは、これは何なんでしょうね。若干誤動作してるのかもしれませんよ。いっぺん近づけるとですね、色が変わってきます。で消す時はですね、同じく3秒間磁石を当てるような形になります。1、2、3、そうすると変な風に点滅をするんですが、このままほっとくと消えるという感じになります。3秒間当ててもすぐに消えるわけではないのでご注意ください。なかなか面白いギミックなので、ぜひ皆さんもですね試してみてください。このキットの電飾はエンジン部分だけなんですが、胴体部分の電飾等もですねチャレンジしてみるとですね、よりかっこよくなると思いますので、ぜひ根性のある方はですね、チャレンジしてみてください。なかなか見栄えのするキットだと思いますので、この動画を見て気に入った人はですね、もうすでに予約始まってますので、ぜひですね手に入れてみてください。では今回の動画は以上となりますので、また次回の動画でお会いいたしましょう。